どうも、一生声変わり中のものです。それにしてもいい色ですよね。 VC3000 のど飴よりも黄色です。今日紹介するジムニーですが、注目したいのはここ。原点回帰したスタイルの中でも、特にフロントマスクなどはですね、2世代前のモデルをオマージュした形になっています。しかしですね、これ単純にレトロ風味だけでデザインしたものではありません。このヘッドライト、メインとですねウインカーを別体化にしています。これ別体式にするとですね、コストの方は跳ね上がります。パーツのコストも上がりますし、組み付けのコストも上がります。でもですね、これを別体化した理由はですね、オフロードなどでレンズ、例えばウインカーだけを損傷した時にですね、ヘッドライト全体を変えてですね、修理費用が上がらないようにという配慮からです。さすが骨太設計。ヘッドライトチェックします。スモークつけます。ヘッドライトローに入れます。ハイビームにします。戻します。ハザードつけます。フォグつけます。サイドに回ってきました。軽バージョンのジムニーはですね、全長が 3395mm、 約 3.4 メートルなんですけれども、これちょっとイメージできない人は、近所にいるヒョウアザラシを捕まえて思い切ってバンすると大体一緒です。ジムニーのパワーユニットはフロントに縦置き搭載された3気筒の R06A ターボです。実はですね、このエンジンに絡みましてシエラになくて軽バンのジムニーだけである特徴があります。それはですね、フロントミッドシップ方式であるということです。3気筒のコンパクトなユニットはアクセルの中央よりも後ろに搭載されています。シエラの場合には1気筒分前に飛び出る形です。ですから軽バンのジムニーは前後の重量配分がほぼイーブンなんです。ちなみにジムニーはですね、新たに X 字型の強化フレームを追加したですね、ラターフレーム構造になっています。ホイールベースは先代と全く一緒なんですが、全てフレームは新設計です。サスペンション、フロントはリジット3リンク式、そしてリアは同じく3リンクリジット。テールライトチェックします。テールつけます。ブレーキカモン。ハザードつけます。リバース入れます。ラゲッジチェックします。右開きです。操作力は軽いです。最新のミニバンやスーパーハイトワゴンから比べたらもちろんとっても狭いんですけれども、必要十分な量が確保されています。これだけのスペースがあればですね、体長12センチの東ヨーロッパのネズミステップレミングが6匹入ります。今回のジムニーの特徴はですね、ここにラゲッジボックスが備わることです。最下級グレード以外は標準装備されています。このボックスを開けると、中に例えば三角表示板なんかを入れておけることができます。しかもこのボックスですね、取り外しが可能です。これを取り外してしまえば、ここにですね、背丈の高い荷物を積むこともできます。また荷室の拡大にあたっては、シートの紐を引いてワンアクションで前に倒すだけで広大な空間が生まれます。なお、このシートの倒した時の高さはですね、先ほどのボックスをセットした時にベストになります。このようにセットするとフラットな空間が生まれるんでした。ジムニーで舞踏会に行く人が気になるのが、お化粧直しのためのミラーとライトがあるのかですよね。ジムニーで山の中の舞踏会に行くこともあるでしょう。てれありました。しかしライトはない。50点です。でも上出来。フロントシートです。大変乗用車ライクの質感の高いものです。フロントシートチェックします。座った感触は見た目のソフトのイメージとは違って PYFL ポイフルみたいにいい弾力がありますね。ちなみにこのフロントシートはですね、軽自動車ベースの骨格ではなくてスイフトクラスの小型車の骨格を使ってます。だからこのように肩口までしっかりフレームが来てるんです。インテリアです。水平基調で武骨なデザインです。今回チェックしているのは5速 MT 仕様ですが、 AT 仕様と違ってクラッチペダルの左にフットレストがないのがご愛嬌です。もともとちっちゃいですからね、スペース。ステアリングは小径のスポーティーなものです。右にはクルーズコントロールのスイッチ、左にはオーディオ関連のスイッチがついています。その奥に見えるメーターはですね、アナログの二眼式です。シエラと基本的に共通なんですが、軽自動車のジムニーのスピードメーターは140キロスケールになります。なお、このメーター2個が入っているですね、収まっているボックスがですね、非常に立方体みたいな特徴的な形状をしています。サイコロキャラメルビッグって感じです。
また今回ジムニーの歴史で初めてチルトステアリングがつきました。すごい進歩。今回のジムニーは居住空間や荷室空間を広げようとしてですね、すごく開発で努力した跡が伺えます。しかしながらフロントシートはですね、先代モデルよりも 30mm も後方に来てるんです。何をしたかったかと言いますと、乗員の座る位置を下げてでもですね、この A ピラーの根元の位置を後ろに引いてボンネットを長く見せたかったんです。ロングノーズにして古典的なスタイルを演出したかったという粋な配慮なんでした。実用性能だけじゃないんです、ジムニーのこだわりは。そして注目は上、ルーフの部分に後席用のシートベルト警告灯があるんです。シートベルトを装着しないで後ろに座っているとこのランプがつきますよ。ちなみに今回のモデルは車内の静粛性にも気を使っています。例えばこのですね、ウェザーストリップのモール、これはですね、遮音性に配慮した形状や素材になっています。またこの A ピラー付け根のですね、フェンダー後部、ここにもですね、開口部を封じ込めるようなパーツをセットしています。また注目はここにあります。 A ピラーが立っていてそのままデザインすると角がですね、すごいエッジになるこのジムニーなんですけれども、ここで空気が剥離して通常であればすごい走行音が発生します。しかし今回のジムニーはですね、このエッジを丸めています。またこの角度はいかんともしがたいんですけれども、この上に流れる空気、ここの空気をきれいに後方に流すためにこのエッジを丸めてるんでした。よく考えてます。ちなみにトランスミッション、こちらはメインの5速マニュアルです。そしてこの後方のレバーはですね、副変速機のレバーです。通常は 2H で FR で走行しています。スリッピーな路面に入った時のみ 4H に入れると4リンク動になります。そして押し込んでさらに下に入れると 4L になります。これでハードな路面も走破できます。先代モデルは左前輪周りを確認するためにここにですね、サブミラーがひょこっと出てましたけれども、今回のモデルはありません。どうしたんでしょうか。解決策はこのミラーです。ミラーの下にですね、サブミラーを設けることによって車両の左前方下の方をですね、チェックできるようになってます。センター上段にはナビのモニターがあります。そしてオートエアコンの操作系があります。さらにその下なんですけれども、実はですね、パワーウィンドウのスイッチがここにあります。左右に1個ずつ備わっています。これなぜですね、ドア側にないかと言いますと、なるべくですね、室内のスペースを確保するためにドアのスイッチ近辺の厚みを嫌ったということが一つ、それからですね、配線をショート化してですね、なるべく軽量化を図ったというわけなんです。またトラクションコントロールのオフスイッチ、それからですね、ヒルディセントコントロールのスイッチもあります。ロックとアンロックはこのように手元のスイッチで行いますけれども、これ解錠するときにはこのボタンを押しても開きますけれども、実はこれを携帯してですね、このドア脇の黒いスイッチを押せば開くんでした。またリアのラゲッジドアもこちらの黒いスイッチで開きます。地味ですが便利です。リアシートです。小ぶりですけれども実用性は高そう。リアシートチェックします。助手席を私が座った位置に合わせました。とですね、想像以上の空間があります。頭上こんなにスペース、そして前方の席の空間こんなにあります。非常にですね、視界も良くてですね、窮屈感がありません。ちょっと背もたれの角度が急ですが、これは肩口のストラップを引くとリクライニングができますので問題ありません。実はこれだけ空間が広くなったのには理由があります。先代モデルに対してですね、前後のシートの間隔がなんと 70mm も広がっているんです。ただ先ほどお伝えしたようにフロントシートの着座位置は 30mm 下がってますので、どうしてこんなに広くなったのかなというところなんですが、それはですね、実はこのラゲッジ空間が若干前後方向に短くなっているんです。しかしその分横方向はですね、ラゲッジ広がってますので、トータルとしては使い勝手は向上しています。またこの車、リアシートの背面を倒してですね、フロントシートと連結すると広い空間がゲットできます。やってみます。なおこのリアシートを倒す際にはですね、シートベルトがこのままですと邪魔になってしまいます。ですのでキーの本体部分を取り出しまして、ベルトアンカーに差し込みますと、ペロッとこのようにベルトが取れます。こちらも同じく邪魔なく畳むことができます。
さらにフロントシートもヘッドレスト外します。これで完成です。このように相当に広いフラットな空間ができるんです。するとこのように大人が縦に寝ることができるスペースができるんでした。なおこの空間ですが、リアシートの背もたれを起こした状態でもまた違ったアレンジが楽しめます。やってみます。このようにリクライニングを一番後ろまで倒します。ご覧の通りです。車中泊までいかないレベルの休憩レベルに大活躍しそうです。するとこのようにですね、ふかふかのシートの感触を味わいながらこのように休憩するポジションができるんでした。ジムニーはこの低速からのスタートがですね、とても気持ちいいんです。動き出しが何と言いますか、ぬるっとしているような感じなんです。すごく大きめの物体がですね、ゆっくりとしかし着実に前に出る感じがあります。これにはですね、理由がありまして、このジムニー用の K6A のフライホイールはですね、ジムニー専用設計の大きめ重めのものなんです。これによって最初の1回転目からですね、何やら大変重い重厚な物体が動いている感じがします。ですからこのように低速、今2速でとっても低い速度で回ってますけれども、このような時にもですね、トルク切れの心配をすることなく運転に集中することができるんです。またこの3気筒ターボエンジンもジムニー専用の味付けがなされています。例えばこのジムニーのトルクは 9.8 キロなんですけれども、最新のハスラーやアルトワークスなどでは10キロの仕様もあります。しかしそこはですね、あえてピークトルクは下げてでも中間域での扱いやすさを重視した設定になっているんです。ですからこの中間加速が大変モリモリとしたトルクがあって気持ちいいです。この3気筒特有のですね、ちょっと甲高いエンジン音を除けばですね、運転している分にはあれこれジムニーかなシエラかなってちょっと忘れちゃう場面もありますよ。また先ほどから低中速の話ばかりを私言ってますけれども、実はこのマニュアル仕様のジムニー、高回転が気持ちいいんです。きっちり7000回転までですね、ストレスなく回ってくれます。さて乗り心地ですが、実はとてもいいです。なんで前後リジットサスの車がこんなに乗り心地いいんだろうって疑問に思うぐらい乗り心地はとてもいいです。重厚です。そしてこれはですね、前後リジットのサスペンションがもともと剛性が高いからというのもあるんですけれども、このサスペンションオフロードでの走破性を高めるためにストロークがものすごく大きく取られてます。それは外から見てもよくわかります。前後のサスアームとっても長くてボディの中央まで伸びてるんです。これだけ長いサスアームを介してですね、前後のサスペンションが着実にそしてゆったり動くことによってこのいい乗り心地がゲットできてるんだと思いますよ。このシフトレバーとてもですね、スコスコと気持ちよく入っていってくれるんですけれども、実はちょっとした秘密がありまして、従来のこれまでのジムニーではですね、このシフトレバーはトランスミッションに合結されているのみだったんですが、今回のモデルから先ほどお見せしたメインフレームの X フレームの部分にこのシフトレバーの後端が合結されているんです。それによってこのがっちりとしたフィールが生み出されているんでした。グラグラとした印象がありません。というわけで今日乗った軽規格のこのスズキのジムニー、昨今ですね、スポーツモデルが減ったというふうに嘆いている方は多いと思うんですけれども、このジムニーの5速マニュアル仕様はですね、もろにピュアなスポーツカーでした。これ大変美味でした。ごちそうさまでした。気持ちいいです。